どうも、田舎もです。これね、なかなか進歩も進展もないチャンネルですみませんが、もともとね、今だった場所をこんな感じで寝室にしまして、で、玄関ですね。とりあえずね、こう、板を張って歩けるようになったんで、最近はですね、このキッチンをぼちぼち改造しています。で、まずはですね、この置いてあったものを撤去して、そしてこの開かずの棚を開けたらね、なんかめっちゃ怖かったんでね、もうとりあえずここは壊しました。で、この腰掛けみたいな場所も取り払って、もともとこんな感じだった場所が、まあ一旦ね、すっきりしました。で、この空いた場所にコンクリートを打つことにして、まあその辺にね、転がってる板で、いつも通り適当に型枠を作って、下地を作りました。まあ相変わらずね、絶対水平は出ないだろう。適当な感じでね、作業を進めていますが、今回ですね、いよいよコンクリートを練っていきます。で、まあ、どこで寝るか考えましたが、こう締め切ってね、扇風機で風を送れば、まあ大丈夫やろうと、真横で作ることにしました。まあ、外でね、練って運ぶと、ほんと大変ですからね。ということで、早速ね、作業を始めていきます。で、まあ、キッチンなんでね、水もすぐ横にあるので、作業時間はね、思った以上に少なくて済みました。で、いい感じに練ったら、じょうろで水をね、巻いて、その上にコンクリートを置いていきます。そしてこれね、だいぶ前に作って庭で転がっていたね、まあ、適当トンボで鳴らします。そして、炭の方はですね、このちっちゃいスコップでつきまくってますね。で、このね、トロ船のサイズいっぱいで、こんなもんですね。なので、まあ、計算ではね、これ4回で終わるんで、量自体そんなに多くはないですね。2杯目いきます。まあ、セメントの粉もね、いい感じで窓の方へ流れてますよ。まだ2杯目なんですけどね、もうすでに結構疲れてます。この日はね、湿度が結構高くてね、まあでも真夏でなくて本当良かったわと思いながらね、扇風機に癒されてます。まあそんな感じで3杯目。まあちょっとね、横着もかましつつも、1杯目がね、まあ固まりつつあるんで、なるべくね、早く練り終われるように頑張ってます。で、ここですね、奥の方をね、先に巻いたんですが、ちょっとね、ここがね、微妙になりそうなんですよね。で、まずはこの画面右のこのブロックの下が全体の高さよりちょっと高いんですよね。で、目安点書くときもどうすればいいかわからなくて、まあ大体でやろうと飛ばしたんで、まあ、やっぱそういう場所はね、出来も大体になってしまうわけですね。で、この型枠に使った板ですね、これペラペラすぎて点圧ときに曲がってるんですよね。なのでここはちょっと謎の曲線が生まれてしまいます。まあ曲線美ということにしておきましょう。まあそんな感じで今更どうしようもないんで、まあ気にせずね、どんどん放り込んでいきます。まあ、このブロックの下の空間だけはしっかり埋めておきたので、こう、つきまくって、で、一番奥もね、まあ、後からまた木とか入れたくなるんで、ちょっと凹ましておきました。もうこれは完全にね、この時の思いつきでやってますね。まあ、これは出来栄えが思いやられるなと思いつつね、最後、4杯目やっていきます。で、自分はいつもね、適当にね、この材料を買っていたんですが、ちょっとネットで調べたこの比率を掛け合わせると、必要な量が割り出せると分かったんで、共有していきます。まあ、もう知ってるって方も多いかもしれませんが、実際僕はね、調べるの面倒で、今回初めて知りました。で、どういうことかっていうと、これ縦が2.8メーター、横が0.95メーター、深さが5センチなので0.05メーターですね。で、これをかけると、
0.133 リューベ必要ということで、へこんでる部分とか、手持ちのセメント音はあるんで、切り捨てて0.1リューベで考えて、これに先ほどの比率 2.35 かけると必要な材料である 0.235 トンイコール235キロってことがわかるんですね。で、材料はおおむね1袋20キロなんで、235を20で割って、だいたい12袋必要ということになりますね。で、これを1対2対3で振り分けると、それぞれ必要なのが246袋ということになりました。実際今回これで用意して、余ったんですけど、そこまでね、大きく外してないんで、今後はね、これで計算していいなと思いましたね。ということでね、これ最終4杯目流して終わりですね。今回ね、このメッシュも使ってないですが、どうなるか、10年計画ね、観察していきます。で、そんな感じで、1周目がまず終了しました。で、初めに置いたところね、固まり始めてるんで、バッと鳴らしていきます。この辺りもね、特に進歩がなくて恐縮ですが、浮いてる砂利を押さえつつね、表面をきれいにしていきます。で、こういうね、既存の面と綺麗に合わせるのって結構地味に難しいなって今回思いましたね。で、ついでにこの傷んでる木の隙間にもね、コンクリ詰め込んで、ごまかしも入れておきます。で、そんな感じで2周目が終わって、こんな感じですね。で、余りがですね、左官バケツ3杯分ほど出まして、家の周りのね、この気になるところに巻いておきました。この下はね、配管が通ってるんで、すぐ壊せる程度でいいかなと思います。で、こちらもですね、家の北側、水が溜まりやすいところにね、固めておきました。こう言ってはなんですけどね、なんで適当にやってるときは一番楽しいんやろかとね、毎度思いますよ。で、とりあえずね、もう使わない道具を洗ってたんですけども、この時ですね、咲いてる花がなんか目に入ってね、いつも花なんか全然意識しないのに疲れてたんでしょうね。やたら可愛く見てね、なんか花がお疲れって言ってるようにね、感じましたよ。で、洗い物終わってね、また3周目ですね。同様にね、表面をきれいにしていくんですけど、やりながら思ったんですけどね、あんまりツルツルでも危ないんでね、そこまで徹底的にはやってないですね。というか技術的な問題でできないんですけどね。そんな感じで3周目も終わりまして、いや、風の流れの作り方が上手で思ったより汚れませんでしたよっていうね、栄養を取りたかったんですけども、でも汚れとるけどな。ということでね、どうやら結構汚れてるみたいなんで、水を浴びてね、着替えをしたりしたら、完全に飯時が過ぎてましてね、いつも通り火を起こしてます。こんな感じで工具にまみれて食事をするのがね、いつまにか日常になりましてね。で、今回ですね、友達がくれたニンニクでタレを作ります。タレといってもね、めちゃめちゃ簡単でね、これをおろして、ネギを入れて、醤油を入れるだけなんですけどね。そしていつも通りね、ナスを焼いて終わりですね。マジでめっちゃ簡単でね、めっちゃ美味しいですからね。やっぱ日常に火は必要やなってね、最近思いますよ。じゃあ、いただきます。うん、辛い。
ああ、幸せやな。まあそんな感じで、家中に立ち込める煙にね、なんか謎の安心感を感じながらですね、4回目ちょっとやろうかなと思ったんですけど、たらふく食べてね、酔っ払ったらね、もう動けなくなっちゃってね、寝ちゃいました。で、そっから3、4日経って、まあもう大丈夫やろうということでね、確認していきます。この足の裏に感じるね、めっちゃ気持ちいいひんやり感。そしてこのデコボコ。もうすでにね、なんか愛着を感じますよ。ということでね、皆さんお待ちかねの水糸ですね。おいおい、これ盛大に転がらんとオチがつかへんぞと謎の、ね、焦りを感じながらね、いろいろ置き直していたらですね、まあ、しっかり転がりましたよ、やっぱり。これもう明らかにピンクのライン無視してますよね。マジで何のために書いたよと思いつつね、自分で書いといて自分を信用できなかった、これ動かぬ証ですね。で、この奥もね、しっかり転がります。しかも戻るってことはまあいろいろおかしいわけですけどね。まあでもこれぐらいならね、まあどうにでもなるわと物置の失敗からね、別の意味で学習したんで、まあこれでよしとしましょう。ただですね、ちょっと問題だなと思うところもありましてね、これ型枠を外して側面から見てみるとですね、この下地のバランスが崩れそうやなと。場所によってはね、これすでにちょっと空洞ができてるんですよね。この辺りとかね、ちょっとひどいっすよね。やっぱり点圧がしっかりできてないから、こういう風になるんですかね。ということでね、また余計なね、ごまかし仕事ですよ。とりあえずね、これ全体的にモルタルをねじ込んでおけば、まあだいぶマシになるんかなと思ってね、ちょっと作業してます。ただですね、これ、絶妙にしんどいな、これなんか。なんかこの体勢的にね、絶妙にしんどくてね、すっごいやりにくいんですよね。ここも詰めたはいいんですけど、めっちゃ出にくくてね、なんかええ方法ないかなと考えました。まあやっぱりスマートフォンですよ。ああ、天才やな、これ。めっちゃ楽やんか。まあそんな感じでスマートフォンのおかげでこのモルタル詰めはね、まあ、楽々終わりました。で、乾いたらこんな感じですね。まあ、そのコンクリートのね、その強度とか練り具合とかは全然ダメなんでしょうけども、まあ普通に使う分にはね、まあこれで大丈夫なんちゃうかなと思いますけどね。ということで、今回もこんなええ加減な話にね、最後にお付き合いありがとうございました。ただね、まだまだキッチンやることがあるんですよね。これは一体、何の汚れかな、これ。なんかの糞かな、これ。まあそんな感じで進めてますので、ね、チャンネル登録の解除だけはやめてください。よろしくお願いします。それではまた。